こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、某ショッピングモールに来ておりまして、僕、市場で魚買うことが多いんですけど、たまにはね、こういうショッピングモールで買えるお魚で料理を作っていきたいなと思っております。結構ポップアップとかやった時にスーパーとかで手に入るお魚で美味しい料理できませんかっていう声たくさんいただきましたので、イオンさんの方にお邪魔しまして見に行きたいなと思います。僕もね、正直市場で買い物してますけど、イオンとかでお魚買ってよく食べたりします。全然普通に刺身とか食べたりするんですよね。僕が普段買うような、刺身だったりだとかお魚紹介していきたいなと思います。店内撮影ダメだと思うんでね、ちょっと買ってきます。よいしょ、ただいまということで帰ってまいりました。こんだけ買ってきました。一番の本命はなかったんですけど、でもね、たくさんいいの買ってきました。じゃあ一つずつ紹介しますね。まずこれ魚じゃないんですけど、アマリンっていうイチゴ。これね、最近のイチゴの中で僕一番好きかも。イチゴって年々こうなんか美味しくなってきますよね。いろんな品種が出て。今年ね、僕これハマってますね。埼玉のイチゴなんですけど、6粒でイオンで1280円します。市場でもこれ買おうと思ったらすげえ高いです。料理屋さんとかすごく買ってかれてます。ちょっと食べていいですか？名前の通りめっちゃ甘いんですよ。このアマリンはでもそこまでだな。もっとうまいやつはもっとうまいですよ。練乳いらずのうまいちご。はい、お次じゃん、こちら小餅ししゃもですね。カペリンです。鉄板なんですけど、これはうまいです。ノルウェー産のカラフトシシャモですね。8匹入って298円。イオンの小餅シシャモすごく塩味もちょうどよくて僕めっちゃ好きです。これね、うまいですよ。赤魚の一夜干しです。赤魚って、ざっくり言うと、深海の根魚系、目抜けとか、キンキとかそっちに近い魚なんですけど、これ骨付きと骨なし398円。めちゃくちゃ安い。脂の乗った白身でめっちゃうまいです。これ大好き。でもこれはね、うまいよ。これノルウェーの塩サバ、イオンの塩サバうまいです。大きいサイズと小さいサイズあるんですけど、僕はこの断然大きいサイズが好きです。六助の塩自体に旨味が入ってるんで、このサバにねさらに旨味が入って、お値段も2切れ498円と少しお高めではあるんですが、僕もめっちゃおすすめ。すごく満足度が高い。これでサバってめっちゃ高いんですよ。皆さんほんと市場行って国産のいいサバを買おうとすると1本ね1000円はしますね。でも国産のサバ買ってもここまで脂乗ってるサバはないんですよね。また国産のサバとノルウェーのサバでは脂の質全然違うんですけど、この脂こってこてのねステーキみたいな美味しいサバが1切れ250円で食べられるのはすごい企業努力だと思う。これ美味しいです。紅鮭ですね。この鮭でも塩焼きの鮭で出回る切り身は、大体トラウトサーモン、銀鮭、紅鮭、この3種類だと思うんですけど、ざっくり分けると僕はね紅鮭が好き。値段も紅鮭が一番高いんですけどうまいんですよね。しかもこれからし塩味っていうね、これお茶漬けとかにしたらめちゃくちゃうまい。この1切れ250円ですね。これ塩辛い味じゃないやつもいっぱいありますんでね、お子さんが食べるときはまた違うちょっと塩味の少ないものを選ぶといいかなと思います。イオンはね塩感がすごく強いです。安くてうまい。こんなんめっちゃ好き。しなやかにとカニカマですね。贅沢タイプのカニカマ、これワンパックで338円。ちょっと炙ってもいいし、こう裂いてきゅうりとわかめとあえて酢の物にしてもいいしね、このまま食べてもねビールのおつまみになります。もうこれとビールがあればね、もうどんだけでもいけちゃいます。でこれはね本当に美味しい。アルゼンチン赤エビですね。5尾入って390円。めっちゃ安い。サイズは特大サイズではないものの、このエビはポテンシャルすごい高いです。高級デパートで買ってもイオンで買ってもアルゼンチン赤エビって出荷元はほとんど一緒です。どこで買っても品質には大差ありません。でこういう冷凍のエビを買うときはやっぱりね店舗の回転率、ここを重視するべきです。エビとかあとカツオのたたきのロインとかね、そういったものはすごくお客さんが入ってどんどん在庫が回転してる、常に新しいものが入ってきて履けるっていう、そういう状態の店舗で買うと常に仕入れたての新しいものが買えますね。回転率が悪い店だと店舗の冷蔵庫でずっとストックしてちょこちょこ販売するんで、最後の方とかちょっとね頭の方白くなってきてツヤもなくなってきて身がカスカスになっちゃってるような赤エビが陳列されたりしてる場合があるんですけど、イオンはねやっぱ大型ですごくお客さん入って回転効率もいいのでツヤツヤの赤エビ、これ買えるんですよ。めちゃくちゃいいです。これはうまいです。ごちそうサーモンね、トップバリューのグリーンアイのメーカー、このサーモンは美味しい。生のアトランなんですけど癖がなくて大好きです。
ほんとブランドのね、オーロラサーモンとかそういったものにも負けてない美味しさだなと思います。で、骨がね、ちゃんと抜いてくれてあるんですよね。家族がサーモン好きなのでよく買います。部位はね、好みなんですけど、僕はこの背中の方のここのブロックが好きですね。次、これ、これ広告の品だったっすね。これ大体あると思います。ビンチョウマグロ。これは安くてうまいマグロ。100g あたり178円ですからね。17パーで買えるマグロって、もう今多分ビンチョウマグロぐらいしかないでしょうね。ビンチョウでも多分これ安いですよ。昔はね、キハダマグロとかメバチマグロが当然のように 100g あたり198円で売られてたんですけど、今はやっぱね、どんどん値段上がってるんで、冷凍のキハダ、冷凍のメバチもこの値段では買えないですね。この価格帯で買えるマグロで、もう最後の砦だと思ってます。トンボマグロなんですけど、この部位を選べばしっかり脂があって美味しい部位いけます。僕がイオン行ったらよく買うやつ。全然魚介じゃないんですけど、杏仁ムース。九州とかそっちで有名なアイスクリームなのかな。溶けないんですよ、これ。中がなんかゼリーみたいな感じになってて、溶けてもゼリーとして食べられる。そんなアイスなんですけど、これ僕ね、保冷剤代わりでよく買います。保冷剤だと家帰って捨てなきゃダメだし、ゴミになっちゃうしね。味も好きなんで、これ3つ4つぐらい買って、生ものが多い日はこれを入れてますね。再凍結しても味落ちないのでおすすめ。これはもうこれね、僕初めて買いました。ちょっと食べてみようということで、国産アジの南蛮漬けですね。6枚入って398円。これ食べてみましょう。生牡蠣ですね。大粒生牡蠣。殻付きの剥いた生牡蠣もいいですけど、こういう水に入った生牡蠣も、安定してうまいですよね。生牡蠣が398円です。安いね。ただこれ注意点なんですけど、これ生食用なんですけど、できれば生食で食べた方がうまいです。カキフライとかお鍋にしてももちろん美味しいんですけど、ちょっとやっぱね、薄いです、味が。生食用に加工されてるものなので、生で食べるのがいいかな。加熱は加熱用を買って食べた方がいい。しかも今からだと剥き落としの無水牡蠣とか出てくるんで、そっちをおすすめしたい。強く。ラスト、魚です。これは比較的、そういったスーパーに置いてる赤ガレイっていうお魚ですね。日本海側で取れるカレイなんですけど、癖がなくてうまいんですよ。僕がいつも行く市場とかでは、売ってないですね。料理屋さんとかはそんな使わないのかな、市場にないってことは。ただスーパーのバイヤーさんとかはすごく買ってくるカレーですね。すごく安くてうまいカレーです。というわけで今回こちらのラインナップでいきたいと思いますよ。サムネ撮ります。いいサムネだ。久しぶりにいいサムネだな。最近のサムネは本当に適当だからな。もうでもね、適当なサムネでも見てくれる人がいるっていうのが YouTuber のゴールですよ。本当に。シシャモ焼きます。赤魚焼きます。サバ焼きます。塩鮭焼きます。ごちそうサーモン切ります。生牡蠣洗って食べます。しなやかに普通に食べます。国産南蛮漬け味普通に食べます。アルゼンチン赤エビ剥いて背わた取って食べます。ビンチョウマグロちょっと水気ドリップ取って食べ方で食べます。赤ガレーさばいてどうしよう。赤ガレーさばいてどうしよう。何して食べような。本当に美味しいカレーなんですよね。何しても。唐揚げいいな。油使うか。あとは煮付け用にカットします。多分ご家庭で使う場合は煮付け用が多いと思うんで、2匹いるんで煮付け用にもしましょう。さあそんな感じでやっていきたいと思います。焼き物は一番最後に焼くとして冷蔵庫入れていきます。じゃあ牡蠣やっていきましょうか。これほんと僕が普段食べるような感じで作りますんで、こんな凝ったことしないですよ。凝ったことしないけど一手間加えるよって感じ。はい、そしたら生牡蠣はざるに開けます。でかいよなこれ。どこのやつだろう。兵庫か。兵庫の牡蠣はね好きですよ。でも水に入ってる牡蠣は結構綺麗です。中もねすごく汚れてないんですよ。このまま食べてもいいんですけど、ちょっとお塩でざるで転がしてあげる。そうするとほらぬめりが落ちてきますよね。これが一番手っ取り早いぬめりの落とし方。小麦粉でやったり片栗粉でやったり大根おろしでやったり、牛乳でやったりいろんなやり方あると思うんですけど、これが一番早い。これで汚れ取れます。ある程度。はい、これで完成。でちょっと水を切っておきます。ビンチョウマグロですね。これね水気が結構出てます。今日朝一で行ったんで割とおろしたてのまだ半氷の状態で、ドリップも少なくてすごくいい状態です。夕方とか行くとねドリップがべちゃべちゃのマグロの柵がいっぱいあると思うんですけどね、そういったやつよりこうやって半氷を買った方がいいです。ドリップって、臭みでもあるんですけど旨味もその中に入ってるんですよ。マグロの水分なので極力ねドリップは出てない状態食べたいですよね。でここに塩振って脱水したりだとか、あとピシッとシート巻いたりだとかしてもいいかもしれないんですけど、僕はちょっと半氷の状態のものしっかりドリップ切って
新しいペーパー巻いて、冷蔵庫でゆっくり溶かしてあげます。この状態で少し冷蔵庫で休ませる。まあもう切れるんですけどね。なんなら半氷ぐらいで切ってもう食べるのが一番楽。僕は家でいつもそうやって食べてます。一番最悪なのはもう常温解凍。これ一番ダメ。すごくドリップ出るの早いんで、常温で解凍しなければ、大丈夫。でサーモンです。サーモンはこのままドリップ拭いて切ってもいいんですけど、できれば塩水でちょっとくぐらせて洗ってあげてほしいんですよ。イオンとかこういう量販店って1匹のサーモンをさばいて店内で削状にしてるっていうわけではないと思うんですよ。おそらく皮付きフィレもしくはトリムで買ってフィルの状態のものを袋開けて皮引いて柵とかにしてると思うんですよね。フィレの状態のままだと加工した段階で皮のぬめりとかがこの表面についてる可能性あるんですよね。そのまま切るとこの皮のぬめりがこの身に付着してる可能性あるんで、一度塩水で洗ってあげる。真水じゃなくて必ず塩水で。真水で洗っちゃうと水焼けしちゃうんで、塩入れてあげると浸透圧の関係でサーモンの中の臭い水分が出てってくれますんでね、塩水で軽く洗ってしっかり水気を切ってあげる。これ調理場、イオンさんはすごく清潔なとこなんですけど、調理場でもどういう風にどんなまな板でどんな人がさばいたか分かりませんので、僕は必ず塩水で洗うようにしてます。でこれでラップかけて冷蔵庫で置いておきます。このひと手間でサーモンは変わります。たまにサーモン生臭い時ないですか？あれ皮の匂いあると思いますよ。これメインチャンネルでは僕初めて話しますけど、こちらのセカンドチャンネルで少し話させてもらったんですけど、僕元魚屋で店長をやっておりましたので、こういうスーパーで扱う魚介とかこういったものの背景とかはすげえ詳しいです。ようやく告白できたんでこういう動画も上げれますね。むしろ僕はね、船盛りとかそういう日本料理的なそっちの知識はもうゼロから始めたんでね、ゼロからでようここまでできるようになったなっていう感じですね。人間やればできますね。さあ次、赤エビですね。アルゼンチン赤エビ。これ赤い色素とかが手についちゃうことあるんで、剥くときは手袋つけた方がいいと思います。はい、そしたら赤エビ、普通に頭もいでもいいんですけど、こうやってね、ここから包丁入れてあげる。こういう感じですね。サクッとサクッと。でここで皮を剥くと。そうするとね、ここが揃っててお刺身にした時に綺麗です。じゃあここもったいないじゃんって思うんですけど、赤エビは味噌も美味しいのでカブとパカッと外します。外してしまえば、あとここガブッと食べればここの味噌も身も食べることできますので、この状態で持っていくのがいいんじゃないかなと思います。で赤エビは2つ注意点があります。1つは目の上のところ、ここら辺からつまんでもらうと、これ分かりますかね。これ黒い手袋なんで見にくいですけど、これ砂袋です。エビの口がここにあるんですけど、ここからご飯食べて、でさっきの取った黒いところ、ここですね、ここに餌がたまるんですよ。要するに魚でいうと胃袋みたいなもんですね。僕がよくうえーと言ってるところ、あれなのでここは取った方がいいですね。あとはもう純粋な味噌なので安心していけます。あとアルゼンチン赤エビは天然のエビなので、出荷前に餌抜きをして背わたをなくすことができません。なので背わたが入ってます。入ってますね、この背わたが。これね、しかも赤エビの背わたかなりきついんですよ。これ取らずに食べるとジャリジャリジャリ、めちゃくちゃ不快です。なので餌袋と背わた、ここは取った方がいいかなと思います。もうこの2つやるだけでこの動画を見てるあなたは赤エビマスターです。この赤エビは新しいです。すげえ新しい。古くなってくると白っぽくなってくるんですよ。光沢がなくなってくるんですよね。いかにもスカスカだなって感じになります。それはずっと低温の冷凍庫で入ってたってことです。冷凍庫って魔法じゃないんですよ。冷凍庫に入ってる間もどんどん食材から水分は出てっちゃうんですよね。冷凍焼けっていうんですけど、エビとか甲殻類は特にその冷凍焼けを受けやすい魚介だなと思います。なのでこのエビとかカニっていうのは一回タッパーに水を入れて、でその中にエビを入れて氷に封じ込めるっていう形で冷凍するといいって言われてますよね。それはね、冷凍焼けが一番受けにくい保管方法っていうことですね。実際ね、ブラックタイガーとかバナメイエビとかそういったものを1氷ワンボールで買うと、氷のブロックの中にいっぱいエビが入ってる、そういったものが届きます。でそれを解凍してこういったトレイに並べて売ってるんですよ。あとスーパーとかにこういう薄いパックにエビがこう綺麗に並んで売られてるのを見たことないですか？あのエビにもちゃんと氷の膜をつけてるんですよ。あれも冷凍焼け対策ですね。あと大きく見えるっていうのもあります。一石二鳥って感じですね。これ分かりやすい。ここです。これすげえ分かりやすい。胃袋がここがダメ。あとはここ美味しい味噌です。でここ身ですね。兜を開けてここですね。これを外すと、これ
スシローコラボの赤エビカンジャンセウもね、超大人気でありがとうございます。あれ一番早かったんじゃないか、もう瞬殺だったっすね、あれ。すぐ売り切れでした。20何万食が。本当大好評でね、皆さん本当ありがとうございました。そしたらエビも塩水で軽く洗います。どうしても背わたの残りとかがついてますんで、軽く塩水で洗ってあげる。とにかくこの塩水で洗って水気をしっかり切る。この一工程で魚の旨味が3レベルアップします。だってこう洗ったんですけど、こんだけ汚いですからね。はい、赤エビの仕込みの完成。じゃあ次赤ガレーやっていきましょう。で、赤ガレーの鱗すごく細かいです。これ今回結構取れてるんですけど、包丁でこうやって撫でてあげれば取れます。鱗かきでやってもいいんですけど、こういう隅っこがね、ここがね、攻めれないんですよね。もっと最強なのが、この金玉しこれでこすってあげる。もうこれが一番取れます。懐かしいなこれ。魚屋で働いとった時代、いやこうやって鱗取っとったな。で、白い方も鱗ついてなさそうに見えるんですけど、鱗ついてますんで、同じようにこうやってこすってください。これが一番綺麗に取れます。この状態。今回結構剥がれてますね、鱗が。鱗がびっちりついてるやつの方が鮮度的にはいいので、買うときはそういったやつを選んだ方がいいかもしれませんね。で、この洗うときにこのヒレ、唐揚げにするんだったらこのヒレですね、ここも綺麗に洗ってください。ここも食べますんで、この状態で綺麗に洗っていくと。そしたらさばいていきます。頭を落とします。斜めに1本入れます。そしたら内臓を出して、ここに血綿がありますんで、これは手で取れます。ピュッと簡単に。すげえ、この処理もね、しやすいカレーなんですよね。ただ一つ、このカレー難点があるんですよね。何かというと、これ開けますね。餌食いがすごいんですよ。なんでこの腹が傷みやすいんですよね。ものすごく。めっちゃ傷むの、これ。ちょっと臭いですもんね、これも。まだいい方です、これ。まだ全然マシな方ですけど、ほんとひどいやつだと、お腹のところが腐敗しちゃって、青っぽく、こう緑っぽくなっちゃってるんですよね。そういう場合は、もう、こう切っちゃう。お腹のところをこうやって。こうバスッとこう落としちゃってもいいですしね。とにかく傷みやすいのはお腹のところなので、お腹が臭いなと思ったらもう思い切ってお腹のところはバスッと落としちゃうのがいいと思います。ちょっともったいないですけどね、このぐらい落としちゃいましょう。このぐらいだったらまあ大丈夫なんですけどね。そしたら煮付け用は、この大きさだったら、ここのバッテンつけて、ちょっと尻尾が大きかったら、尻尾切って、これでもいいですし、半分にこうやって切って、白い方を表に、こんな感じにしてもいいと思います。これカレーとかヒラメって基本的にこの黒い方より白い方が脂が乗ってて美味しいと言われています。そしたら唐揚げですね。唐揚げ用はですね、5枚におろしちゃいます。で、5枚おろしの練習にもこの赤カレーってすごくいいかもしれません。安いんでね。なんで5枚おろしの練習したい人は赤カレーでやるといいかもしれませんね。たくさん切り身が出たら冷凍しとけばいいんでね。5枚におろしていきます。やっぱり5枚おろしは気まぐれブルーやりやすいですね。このちょっとこのね曲がってるこの形状がすごくねはまる。ほら身は綺麗です。すごく。でこっち側も同じようにおろしていきます。でここに1本ガイドライン入れとくと綺麗に剥がれやすいですね。こんな感じに入れたらここから入れていきます。はい、ここまでいきましたら先ほどのガイドラインで開かれるのでこのように綺麗におろすことができますと。そしたら腹骨をついていきます。そしたら唐揚げなので下味をつけていきます。シンプルに味塩打って唐揚げ粉でもうまいんですけど、今日はちょっとお上品に醤油と酒ベースでいきましょうか。お酒でお醤油、そしたら少しニンニクも入れちゃいます。はい、そしたらそのタレの中に入れていきます。割と赤カレーはね密質的に味がね入りやすいので5分ぐらい置けばいいと思います。ちょっと醤油濃かったかなって思うぐらいですね今回で。このカレーの骨、こいつが主役。唐揚げの場合はめちゃくちゃうまいです。できることならこのね血を抜きたい。ここちょっと1本入れてこんな感じで入りました。そしたら今日何回登場するのって話ですけど、塩水です。この骨の隙間にいっぱい血が入ってますけど、これにつけておくと、そうすると多少抜けてくれます。
まあでもそんなね、神経質になるほどのことじゃないですけどね、このぐらいの血は。僕はね、魚の血も旨味の一つだと思ってますんで、身に血が回って真っ赤っかになっちゃってるとかは問題なんですけど、このぐらいの血はね、個性かなと思ったりする方なので、でも結構ね、赤くなりましたよね。はい、5分経過しましたので、バットに開けていきます。美味しそうだな。いいね、このテカリ。最高じゃない。ここでちょっともったいないかなと思うんですけど、タレをね、拭き取ってあげる。タレべちゃべちゃで衣につけると辛いんですよ。もう十分身に醤油のうまみ、ニンニクのうまみ入ってますんで、ここでしっかりと切ってあげる。このうっすらちゃんと入ってますね。これで OK です。あとはこれはね、こいつをまぶして揚げていくだけなんですけど、これが一番鬼門なんですわ。後回しにします。揚げ物は一番最後の方が揚げたてでうまいので。やだな、やだ。なんか克服できるもんかね。スノーボードが滑れるっていうスキルもう全部いらないんで、その代わり片栗粉が触れるっていうやつください。そしたら同時進行でガツガツ進めていきます。干物を焼いていきます。網に軽く油をぬりぬりと。そしたらこの段階で温めます。鮭とかは中火で、油の強いサバは弱火で焼いていくのがおすすめです。サバとか、あとイワシの丸干しとかね、あと必ず換気扇の下でやった方がいいと思います。サバとかイワシの丸干しを換気扇回さずに焼くと、部屋の中が3日ぐらいね、青魚の匂いになりますから。じゃあこちらを焼いてる間に刺身を切っていきましょう。じゃん、新しい皿買いました。かわいい。あしらいがね、今日特にないんだよな。いや、あるわ。ある。うまそうですね。もうやっぱくっつきませんね。紅鮭超うまそう。赤魚、この背中の脂見てください。これめちゃくちゃうまそう。そしたら今日はツマの代わりに海藻ビードロ、これおすすめですよ。賞味期限長いし、適当にこうやって平らに持って、でこの上に切るだけでなんとなく綺麗になりますから。ツマだとこうやってはみ出てるとビットもないんですけど、海藻ビードロはね、はみ出てても綺麗なんですよね。それがすごくいい感じに焼けてきましたね。うわ、ししゃもうまそう。そしたら柵ですね。アトランサーモン、そしてビンチョウマグロ。まずはビンチョウから切っていきます。筋に対して垂直に切っていきますので、こうですね。ちょっと厚めに切るのが好きですね。大きさを揃えてこういうふうに切っていくと。次、サーモン。いいサーモンだな。切った断面がね、すごく艶やかなんですよね。綺麗。で、お次、エビちゃんの前に干物が焼けてきたので、ちょっと一回盛りますね。エビちゃんは、僕はね、この裏を向けて盛るのが好き。かわいい。表はね、こうやって割っちゃってるんでね、割らずに爪楊枝で取ってもいいんですけど、なんかね、僕この方が好きなんだよな。これはね、完璧好みの問題です。裏を向けて、揃えて、で、尻尾もこう、ピュッと、こう、キュッとしてあげる。この感じ。この感じ。これが好き。謎のこだわり。そしたら、エビの頭もこんな感じで乗せていきます。ちょっと見た目悪いな。まあいいか。で、おひげはカット。イオンで買ってきたマグロとサーモンと赤エビのお刺身の完成。では唐揚げ作っていきましょう。で、ビンチョウマグロあのまま食べるのはちょっとね味気ないので、スシローさんのコラボで大好評でしたカツオキムチマヨ、あれのソースを作っていきます。あれはね、ほんとカツオとかあとビンチョウマグロめちゃくちゃ合うんですよね。あれめっちゃ美味しくなかったですか？あれ中毒性あるよ。で、キムチを刻んでいきます。ちなみにこのコクマロの小さいパックのやつ、これもイオンさんで買いました。で、ここでしっかり刻むこと。うわ、すごい油だ。やばいな、なりそうだな。はい、そしたらキムチとマヨネーズをあえていきます。で、これちょっと味見します。これうまいけどちょっと辛みが欲しいので一味追加。
何かと常に話題になっている味の素。僕は味の素とか全然使う派です。ちなみに言うとちょこっと入れるとやっぱね美味しい。あ、うまい。うまいね。干物出来上がり。そしたらこちら赤ガレーの切り身を片栗粉の入ったジップロックに入れてシャッフル。こんな感じ。より衣をザックザクにしたい人はちょっと片栗粉をねダマにしてシャッフルしてあげるとザクザクの衣は端から伝わるこのいやー気持ち悪い。ちょっとねストレスですね。骨にも薄く塗ります。お化粧する感じ。素揚げでも全然いいんですけどね、ポッと塗ってあげるとまとまりが出るかなと。では揚げていきます。骨からこれは今水分が中にいっぱいあるので止めてますけど、水分がなくなればこっちのもの。はい、気泡が大きくなったら1回取り出します。でこれ少し休ませます。これが一度揚げ。まだこれだと少し硬くて、この中骨、この大きいところはね硬くて食べられません。余熱が取れて落ち着いたらもう一度揚げていきます。しっかり揚げていきます。もう泡が出ねえよっていうぐらいになったら OK ですね。この色透けて見えちゃうんじゃないかなってぐらいの熱いな。ほんでこのぐらいの色になってきたら OK です。はい、できました。そしたら身も揚げていきます。くっつかないようにちょっとこう触ってあげて、はい、こんなもんで OK ですね。あとは余熱で火が入ります。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、これで赤ガレーの唐揚げの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。贅沢ですね。こちらがトップバリューで買いましたお魚たちで作ったお昼ご飯でございます。じゃあまずはこちらの牡蠣からいきましょうか。これうまいんだよな。シンプルに味ぽんでいただきます。うまっ。いいね。下手な殻付き牡蠣食べるよりこれいいと思いますよ。身がガリガリっていう外れ引くことないしね。美味しい。でね、こうやってね、生牡蠣はキンキンに限りますんで、氷で冷やしてあげたりだとかするとより美味しさ増しますね。はい、じゃあ干物系いきましょう。紅鮭、これも間違いないです。うまっ。これはたまりませんな。塩味はすごいですよ。これそのまま食べたらうわちょっとしょっぱいねってぐらい。でももっとしょっぱいやつあります。絶妙なラインですね。このぐらいちびちびと食べて日本酒クイッと冷酒でいきたいですね。この一切れで2合ぐらい飲めます。カラフトシシャモいただきます。頭からいくのが好きです。うまっ。卵ぎっちり。この魚はいつ食べても安定して美味しいね。値段も安定してるし、あんたはずっと変わらずにいてくれよ。六助の塩サバですね。うわ柔らか、うまそう。いただきます。うまっ。これもう最強。マジでコスパとか考えたらノルウェーの塩サバ最強だと思う。一番うまいとまでは言わないですけど、本当に口が滑っていっちゃいそうになるぐらい美味しい。値段考えるとね。次赤魚ですね。これはねまた鮭とは違うこの白身特有の脂の乗りが味わえますよ。この背びれを取って僕はガブッと豪快にいくのが好きです。いただきます。うまっ。激うま。マジでうまい。これ塩加減抜群ですね。これだって2切れでいくらだったら398円とかでしょ。ありえないんだけど。赤ガレーの唐揚げいきましょう。いただきます。
うわ、うまっ。ふわふわ。癖のない白身でどういう料理にも馴染んでくれますね。淡白なんだけど、すごく身質がね、みずみずしくて柔らかい。うまみが上品なんだよね。美味しいですよ。次これ、骨せんべいカチカチです。いただきます。あ、うまっ。うわ、もうこれがメインまである。骨せんべいって油出さないと作れないんで、ちょっと作るまでハードル高い食べ物ですけど、うまいな。骨まとめて冷凍しといて、作るときガツッと骨せんべいだけ作るのもいいね。で、適度なとこで生牡蠣挟むんですよ。うまいな。お次、刺し盛りですね。素晴らしいじゃないですか。これ夕ご飯に出てきたら嬉しいですよね。ごちそうサーモンからいただきましょう。つやつや。いただきます。これだよね。バトランは美味しいですよ。甘みがあって濃厚で本当に美味しいですね。でもアトランティックサーモンも高くなりましたね。まあでもそのぐらいのポテンシャルはある魚かなとは思います。次、ビンチョウマグロですね。まずはお醤油でいただきましょう。久しぶりだな、お醤油でいただきます。これはこれであっさりしてるな。君はやっぱりもうワンランク上のビントロになってくるとまたうまいんですけどね。ビンチョウマグロはこんなもんですよね。油が少ないので。なのでそこにマヨネーズをつけてあげて油をプラスするんですよ。でそこにマヨネーズだけじゃなくてこのキムチのうまみが入るともう抜群にうまいんですよ。いただきます。うまっ。これはうまいわ。一気に箸が進んでくる。だから皆さんもね、イオン行った時にビンチョウマグロあったらビンチョウマグロとコクマロを買うんですよ。でマヨネーズと合わせてこれちょっと食べてみてください。これ本当に美味しいんで、これ米も酒も進みます。キムチもマヨネーズも好きだよって方はね、ぜひやってみてください。次、赤エビはもう2本食いです。べちょんとつけて2本食いいただきます。幸せだね。やっぱ綺麗に処理したからだ。臭みがない。ボタンエビと比べて、若干苦味のようなものがあるんですけど、またこれもね、またビターな味わいといいますか、ボタンエビにはない個性なのかなと思います。そもそも値段がね、全然違いますから、この大きさのボタンエビ5本買おうと思ったら、お値段3倍から5倍ぐらいします。赤エビ美味しいわ。で、味噌ですよ、味噌。ちょっとレモンをちょっと絞っていただきます。ここを吸うんですよ。うまいね、やっぱ味噌は。生臭いって思う方もいると思います。これに関しては。ただ僕はね、大好き。生臭系大好きです。結構レベルが高い食べ物ではあると思います。ただ好きな人はもうすごい好きだよねってお味ですね。で、たまにジャリジャリっていうのはもうご愛嬌。もうそういうもんです。はい、ということで今日はイオンで買ってきたお魚で作ったお昼ご飯ときましたらお飲み物、こちらやっていきたいと思います。でん、銀色のやつ。今日でかいやつでいきます。今日みんないるんでね。で、今日お酒も飲める日なんで。よいしょ。でかいの開けちゃいます。こういう時じゃないと開かないので。2リットルなんですぐですけどね。よいしょ。はい、こちら。メガジョッキで7対3。いただきます。うめえ。イオン最高。それじゃあ、ゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はイオンで買ったお魚を使ってお昼ご飯作ってみましたけども、普通にうまいです。市場で買うね、ああいうボタンエビとか、本マグロとか、キンキとかね、そういったものはね、美味しいですよね。散々やってきましたしね。これからもそういう高級志向な動画も上げつつ、バズりとか再生数とか全く無視で、誰かに刺さればいいなっていう動画もたくさん上げていきますので、よろしくお願いします。いや、本当はね、イオンでイカが買いたかったんですよ。戦闘イカなかったな。また戦闘イカもね動画にしたいと思います。ちょっとあれはね熱い思いを語りたいんですよ。はい、というわけで今日はおしまいでした。バイバイ。